アメリカ・テキサス州から中米パナマまで24台の車が連なって旅に出た。パナマまで40日。宿となるのは車に引かれたトレーラーハウス。旅をするのは働くことに区切りをつけ、夫婦で第二の人生を走り始めた高齢者たち。長い日々を共に歩んできた2人。再婚して新しい人生をスタートした2人。アメリカ大陸を夫婦が助け合って南へと走り続ける。メキシコと中米6カ国を訪ねながら出会ったさまざまな出来事。その中で2人が向き合い、これからの人生を見つめた40日。夫婦の心の旅日記が綴られていく。アメリカ・テキサス州の最南端、メキシコと国境を接する町マッカレン。2001年1月、この町にトレーラーハウスを引いた車が全米各地から集まってきた。ドライバーはほとんどが高齢者。仕事を辞め、子育てを終えた人たちばかり。これからキャラバンを組んで7カ国5000キロの旅に出発する。アメリカでは定年後、トレーラーハウスでの気ままな旅を楽しむ人が増えている。しかしこれほどの長旅はめったにない。キャラバンの参加者は25組。年齢は51歳から78歳まで平均67歳。退職前の職業は学校の先生や会社員、軍人、雑貨屋さんやメガネ屋さんなど様々だ。今は貯金と年金で夫婦2人の生活を楽しんでいる。私たちは結婚したばかりで今回は新婚旅行です。エレインには28年連れ添った旦那さんがいて、私には54年の結婚生活がありました。お互いに連れ合いをなくし、今新しい生活を始めたところなんだ。私は歯科医を10年前に引退しました。まだやれるけどね。自分の腕が信頼できればの話だけど、私たちの子供は6人、ありがたいことにみんな巣立ってくれました。妻のジェーンは病院に勤めていました。私はコンピューター会社で働いていましたが、ジェーンも私も2年前に退職しました。ペット以外に子供は2人、もう独立しています。ずっとこの旅を楽しみにしてきました。僕たちには7人の子供がいて、孫が10人だったかな。少なくとも10人はいるわね。数えきれなくなってきたね。何しろオハイオ州のガリオンから来ました。何かある？
私の両親も長年キャラバンに参加していました。いろんなところに行ったようですが、76年にはパナマ行きのキャラバンに参加しました。そんな話を聞いてたので、私もパナマに行きたいと思っていたんです。出発は朝5時。最後の準備が始まった。買い物などに使った車を再びトレーラーハウスに連結する。僕たち夫婦はこれを30年もやってきてるんだ。妻が誘導してくれてね。彼女は自分でもうまくやれるんだよ。これはトレーラーが離れてしまった時のためのスイッチ。このつなぎが離れちゃったら、ここを引っ張ってブレーキが効くようになっているんだ。いつでも冒険に出発できるわ。このお鍋を洗ったらね。じゃがいもを焦がしちゃったのよ。くっついちゃって取れないの。走ってる間ガタガタしないように出発前に鍋を全部しまっておきたいからきれいにしてるの。気分は最高よ。そっちはどう？準備は万全。いよいよ旅立ち。待ちきれないわ。何もかも順調よ。お弁当持ったし、水もあるよ。よし、最終点検完了だ。1月12日早朝、キャラバンが出発した。ここから一路南へと走る。アメリカ・テキサスからメキシコ、グアテマラ、エルサルバドル、ホンジュラス、ニカラグア、コスタリカを通ってパナマまで40日5000キロの旅。その後再び同じ道をたどってテキサスに戻ってくる。マッカレーに出てわずか30分。検問もなく国境を通過した。ここからはもうメキシコだ。アメリカの西部開拓時代、新天地を求めて西へ向かった幌馬車隊。トレーラーハウスはこの幌馬車をヒントに誕生した。トレーラーハウスの耐久性を試すために初めて遠征したのが半世紀前の1951年パナマへのキャラバンだった。今回のキャラバンはそれから50年目を記念した旅となる。道を進むにつれ車と車の距離が次第に離れてきた。キャラバンのリーダーはアリゾナ州から参加したゲイリー69歳とダーリン65歳の夫婦。スクールバスの仕事をしていた40代の頃からトレーラーハウスの旅を楽しんできた。今では1年の半分をキャラバンで生活している大ベテラン。この道なんか狭いわね。そうでもないよ。後ろからはそう見えるわ。草むらだからじゃない？ 75線のハイウェイとの交差点があるわ。ここで左に曲がってラペスカ方向に行くの。左に曲がって
ラペスカへ向かうの。56キロぐらいよ。ダーリンが道を調べてケイリーに指示をする。運転と道案内、2つの役割を交代しながら旅を続ける。Number 28, this is number 2. Do you have a copy on this? トレーラー同士は無線で結ばれている。何かあった時にはこれが命綱となる。泥道になってから5キロぐらいは来たかしら。今どこにいるのか調べた方がいいわね。ここじゃ止まれないな。あそこなら駐車できるかな。マリーナに向かってそして右に曲がるのね。橋のこっち側、標識にラペスカって出てるのね。分かったわ。見過ごしちゃったのね。グラシアスセニョール、ありがとう。次の目的地までこうして一台一台が道を探して進んでゆく。誰もはぐれることがないように走っている時は一番後ろの車がチェックしてるのよ。そしてキャンプ地に着いたら私たちが全員の到着を必ず確認する。だから誰も置いてきぼりになることはないわ。キャラバンが出発しておよそ8時間、メキシコ最初のキャンプ地ラガータに到着。If you guys here would please take a left, they will direct you further a bit down this road. 長さ5メートルから9メートルのトレーラーハウス。この中で寝泊まりをする暮らしが始まる。これは車体を水平にする作業。トレーラーハウスが傾くと冷蔵庫など台所の設備が正常に動いてくれない。完璧だよ、見てごらん。左右まっすぐだからこのままでいい。前後は前をちょっとだけ上げてやれば大丈夫。そうすれば前後左右とも水平になるよ。日よけも広げないとね。これも大事な作業なんだ。日よけは絶対必要だよ。キャンプ場にはトレーラーに引き込む電気や水道が完備している。キャンプ場の使用料は高くても日本円で1泊1000円程度。ホテルに比べてはるかに割安なのがトレーラーハウスの人気の秘密。It's clear. You just pick one of these. トレーラーからの排水は専用のホースで下水に流す。こんな小さなところでも大きな家にあるようなものは何でも揃っているよ。とても使いやすいキッチン。
オーブンのついた電子レンジ、何でも入る冷蔵庫、フリーザーもあるよ。こっちには広々とした洋服ダンス。もちろん2人別々。そして一番重要な寝室はこっちにあるんだ。ダブルベッドだから2人ゆったり眠れるよ。キャンプ地に泊まると必ずミーティングを開き情報を交換する。皆さんに残念なお知らせがあります。ジム・ホフマンさんが今朝胸の痛みを訴えて救急車で病院に運ばれました。昨日から調子が悪かったようですが、男性というのはなかなか体の具合が悪いことを認めないものです。しかし胸の痛みが強く、スタッフと私が駆けつけてアスピリンを飲ませましたが、結局救急車を呼びました。お二人が突然参加できなくなり、とても残念です。高齢者にとって健康を気遣いながらの旅が続く。車は1台減って24台となった。朝6時、キャラバンの出発は早朝が多い。長い時は8時間以上も運転する移動が続く。この日も446キロを走る。キャラバンは体力、気力との戦いだ。結婚して1年、フロリダから参加したジムとバーバラはこれが新婚旅行。距離のメーターをゼロにしてね。時間通りにちゃんと来てるか確かめよう。僕たちは再婚同士でね、2人とも69歳なんだ。だからどっちも頑固なところがあるけど、結婚生活では相手のことを考えなきゃならないこともあるよね。愛し合って一緒になったんだろう。プロポーズしたのは彼じゃなくて私なの。彼ったら先にイエス結婚してもいいよというのよ。だから仕方なく私の方が結婚してくれますかって申し込んだの。僕たちは旅が好きなんだ。100カ国訪れることが目標なんだけど、僕は85カ国行ったかな。だから動けなくなるまであと15カ国は行かなくちゃ。走り続けて5時間、駐車場に再びトレーラーが揃った。昼食の時間だ。ここにも再婚したばかりの夫婦がいた。真冬のミネソタから参加した元大学教授のハル74歳とエレイン70歳。ハルは98年に前の妻を亡くし、半年前エレインと再婚した。今日は本当に暑いわね。午後エアコンつける？
いやー、自然のままがいいね。でもこんな暑いのに慣れてないからちょっとつけるかもしれないな。ミネソタは36センチも雪が積もってマイナス10度だったんですもの。わかるわ。でも今日は本当に暑いね。それにジメジメするわ。思い引き脱がなくちゃ。僕は脳について勉強したことがあるんだ。本格的にね。こうやって誰かに触れるとするよね。すると脳に伝達されて愛だとかいたわりとして感知されるっていうんだ。瞬間的にね。でどうしてそうなるかは分かっていないんだけど、僕らはこうやって触れ合うという表現をすることで脳の働きだとか愛だとかについて実験をしていると言えるのかもしれないな。新婚だしハネムーンの最中だからね。2人とも連れ合いをなくしたからね。どちらも残りの人生を一人ぼっちで過ごすのは嫌だったのよ。妻が亡くなってから3ヶ月間キャンピングカーで旅した時に前から知り合いだったエレインに毎晩電話をしたんだ。いっぱい話をしたりいろんな計画を立てたりしてるうちに一緒になろうと決めたんだ。電話でね。そう電話でね。エレインとは40年近くの知り合いでエレインの夫とは一緒に働いたことがあるんだ。お互いの夫婦がさまざまな形で長い付き合いがあった。だからできるだけ一緒に旅をしてお互いのことを確かめ合いたいと思ってね。そのためにも今回の旅は2人の絆を確かめ合ういい機会だと思ってる。だから僕らはここにいるんだ。ハル、お気に入りの CD かけてもらえる？いいよ。Watch the road. What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderfulここが2日目のキャンプ地、メキシコ湾に面した町タクスパン。キャラバンは2日で900キロを走り抜けて海辺にたどり着いた。ここからしばらくは海沿いの道が続く。次のキャンプ地の駐車場の確認をするミーティング。歩道は茂みの中にありますから車の置き場所は広く取れると思いますよ。
ここは広いかな。こことここのは大丈夫じゃないかな。ここに何台か止められるよ。まあ行ってみてからそれでは出発しましょう。ニューヨークから参加したディックとナンシーがいた。Good morning. ナンシー67歳、小学校の先生だった。ディックは72歳、コンピューター会社を59歳の時退職した。へえ、たったの4ペソなんだね、ここは。4ペソくれる？4ペソ？39ペソよ。お札で払いなさいよ。トレンテヌエベ39か。ありがとう。やっと通過した。次の曲がり角までどのぐらいある？無線で連絡しといて。23号車、料金所通りました。普段キャラバンで走っている時はもう少しゆっくり走るんだけど、先に走っている車がスピードを上げてるから知らない道を速く走るのは難しいわよね。いつもは自分たちのペースで走ってるの。だからね、今日はちょっとナーバスになっちゃって彼に当たっちゃうのよ。普段はこんなことないんだけれど。私は主婦として長年子育てをしてきたけれど、いつかまた仕事を持ちたいと思っていたの。それで大学に戻って教育学のマスターを取って教職に就いたの。ちょうど末っ子が小学校に上がって昼間は手が離れるようになったし、時間も十分できたから、それで小学校の教員として働けるようになったの。これが大きな転機かしら。私たちはそういう変化が起きるたびに2人で平等になるようにいつも話し合ってきたのよ。結婚というのは妥協が必要なんだ。僕らは45年一緒にいるけど、お互い妥協し合ってきたんだよ。それをみんなにも勧めたいね。そうだよね、ナンシー。ごめんなさい、途中まで聞いてたんだけれど、今の言葉聞き取れなかったわ。おすすめとかなんとかって。何しろ結婚は妥協の連続ってこと。でも愛と尊敬、献身にあふれていないとね。そして責任を分かち合うことが大切だと思う。一番大きな責任は子育てだって2人とも考えてたから、うまく役割分担ができたよね。3日目のキャンプ地エルタヒンに到着。ここには世界遺産に登録された古代遺跡がある。エルタヒンの先住民族トトナカ族の伝統的儀式ボラドーレスがキャラバンを出迎えた。鳥に扮した4人の男たちが天に向かって太陽と雨の恵みを祈りながら降りてくる。
ピラミッドや球技場が並ぶエルタヒン遺跡は紀元7世紀頃に築かれたと言われている。しかし文明は突然滅びた。まだ多くの遺跡が森の中に眠っているという。時空を超えた人間の営みに触れたハルとエレイン。今日で旅も4日目になるけれど、日を追って気持ちが楽になっていくの。これからも2人で旅を続けるのよね。楽しくやっていけそうな気がしてきたわ。まだ確信はできないけど、そう信じてるわ。コミュニケーションを取ることも結婚生活には大事だよね。口に出さなきゃわからないこともあるけど、言わなくても伝わることもあるんだ。大事なのは触れ合いなんだけど、僕ら今触れ合ってないね。あら、どうしたのかしら。こうするのはどうだい？One person's going to take a shower there. Maybe both, maybe a groupie. No, but we're not going to spend a half hour like the other group. You're going to hear a lot of air horns from the truckers. Just visualize that. 参加者の中には家を持たずに一年中トレーラーハウスで暮らしている夫婦もいる。スティーブ58歳とジェーン56歳の夫婦は2年前に揃って仕事を辞めた。それ以来家を売ってこのトレーラーハウスで旅の生活を続けている。浜辺で2日間過ごせるのはいいわね。それも浜辺によるけどね。それもそうね。ここの運転手さんは優しいよね。手を振り返してくれたよ。プロポーズの言葉は愛してる。結婚してほしいだったかな。場所はよく覚えてるんだよ。ニューオーリンズのバーボン通りにある屋上レストランで食事をしている時だった。そうだよね。そうよ。2人とも次の日にテストがあったのよね。うん。僕は大学4年生で君は2年生だったね。そうよ。私たちはいい親かどうかわからないけれど子供には尽くしてきたわ。いつも2人でチームとしてやってきたわ。子供には違う意見を言わないようにしてきたの。私がノーと言ったことをスティーブがイエスというようなことがないようにいつも事前に話し合ってね。どうスティーブ？その通り。マイクとペギーはどこ？ずっと後ろにいるよ。後ろの車を先に行かせてるんだ。スティーブ聞こえる？果物屋さんはあとどのくらい？マイクとペギーも退職後はトレーラーハウスで暮らしている。月々の生活費は2人でおよそ30万円。夫婦はこの暮らしを夢見て働いてきた。スティーブとジェーンの夫婦とは別のキャラバンで知り合った。4日目のキャンプ地は海辺の小さな町テコルータ。
旅の暮らしが長くなったマイクとペギー、スティーブとジェーンにとってもこの街は初めて。トレーラー生活はアメリカを知るにはとてもいい方法だと思って始めたんだ。トレーラーハウスの一番いいところは好きな場所で車を止めてもいいし、気に入ったところがあったら1週間ぐらいゆっくりしてもいいし、いつも自分のペースで走れるところかな。車で移動しながら生活すればホテルも荷造りも必要ない。それに毎日同じベッドで寝られるからね。みんなも同じ経験があると思うんだけど、よくいろんな人から「普通の家が恋しくない?」って聞かれるわ。その時は「車に住んでるんじゃなくて移動するアパートに住んでるのよ」って答えるの。そう言うとなんとなく分かってくれるみたい。庭はよく変わるけれどね。ささやかなパーティーが開かれた。再婚したジムとバーバラの初めての結婚記念日。今日はいい天気だね。暑くもなく寒くもない。結婚1周年を祝うのにふさわしいよ。海岸を歩きながらね。そう、海岸を歩いて。月夜の散歩だったらもっとよかったかな。海の水を触ってごらん。気持ちがいいよ。ほら触ってごらんよ。冷たい？暖かくはないけど。冷たくもなく暖かくもないか。そうよ。来年の2回目の結婚記念日はどうしようか。わかんないわ。どこへ行く？どこか特別なところへ行こう。去年フロリダで結婚式を挙げた時もいいお天気だったけど、ここの方が綺麗だね。そうね、とっても。ずいぶん違うわ。いつも子供たちが一緒だったからね。今回は2人きりだ。もうちょっとくっついてもいい？もちろん。パーティーの翌日の出発も早朝になった。キャラバンの最年少はカールとナンシー、共に51歳。この2人も再婚だ。ナンシーの両親も25年前この道をパナマまで旅した。Here's 9 pesos. There should be 59. ペーパー取り替えてるわ。料金所のレジのペーパーを取り替えてるのでちょっと待ってください。24と16ペソね。ありがとう。
彼英語話してたわ。びっくりね。メキシコで初めてじゃない、こんなの。私の前の夫は1980年に亡くなったの。それで一人で子育てをしなくちゃならなくて孤独だったのよ。再婚相手を探していたら保護者会のダンスパーティーで彼と出会ったの。次の日から彼が追っかけてきてね、とうとう逃げられなかったのよ。その後だんだんお互いのことを知るようになって結婚したの。出会ってからはずっと一緒に旅してるのよ。僕は1984年に離婚したんだ。理由は妻の方がもっといい人を探したかったらしい。1年間はお互いの子供合わせて7人いたの。いっぱいいたね。その時は2倍の食事を作ったわ。1年間一緒にいたけど、その後カールの子供は母親の元へ戻ったの。僕たちがしばらく子供を引き取ったのは、前の妻と一緒に暮らしていた男が子供に性的虐待をしたからなんだ。でも1年後にその男と別れたので、子供たちは母親のところへ戻っていったんだ。みんな戻った。今じゃあまり会わないな。みんな成長したよ。末っ子は17か18になるよ。メキシコ湾だよ。海ね。ここまで来たわね。綺麗な海。水のそばって好き。北部のオハイオにはエリー湖しかないから南国ね。橋を渡るとそこはメキシコ最大の港町ベラクルス。ベラクルスは16世紀ヨーロッパ人が北米大陸に初めて築いた町だ。大航海時代、この海の向こうのスペインに向けて多くの財宝を積んだ船が旅立った。高級ホテルが並ぶモカンボビーチ。キャラバンはビーチの一角にキャンプを張った。一行はここで2泊し、ゆっくりと旅の疲れを癒すことになった。トレーラーハウスで旅を続けるスティーブとジェーンはモカンボビーチを歩くのを楽しみにしてきた。
またビーチに来たね。そうね、いろんなビーチに行ったわね。そう、ハネムーンに始まって。そう。あれはナッソーのビーチだった。次はどこだっけ？バージン諸島でしょ。バージン諸島のセントジョン。次がカリフォルニアのビーチ。ロマンチックだったね。ええ。それとビーチからビーチ、いつもハネムーン。そしてこれからも子供たちよりもロマンチックなところにいるね。今頃雪の中よ。雪の中で働いて通勤して子育てして大変だ。でもかわいそうだとは思わない。今はその時期だ。その時期ですものね。その通り。ベラクルスの中心地アルマス広場の夜、広場にはいつも音楽があふれている。テキサスを出発して1週間。普段はトレーラーハウスで自炊する24組の参加者はこの夜初めて揃って街に繰り出した。ベラクルスを出発する朝、南国の穏やかな天気が急変した。強い風が吹き荒れている。ここからキャラバンは南シエラマドレ山脈を越える険しい道のりが待っている。キャラバンのリーダーゲイリーとダーリンはまだまだ元気。私はリラックスして楽しんでるし、みんなも楽しんでると思うわ。僕も楽しんでるよ。疲れやすくなったからダーリンほどじゃないけどね。うちにいたらテレビ見たり本読んだりじっとしてるだけだからね。いい気晴らしになるし楽しいよ。ここじゃテレビは見られないからね。全て順調。特に僕の妻に関してはね、とてもいいよ。3000メートル級の山々が連なる南シエラマドレ山脈。出発してから5時間、ようやく山脈を越えた。山脈から吹き下ろす強い風で知られる太平洋岸の村ラベントーサ。1台のトレーラーが道の途中で止まっていた。強風でトレーラーハウスの日よけが飛び出してしまったのだ。
もう一台日よけが外れた車が走ってきた。なるべくきつく巻いてね。ドンと K のトレーラーハウス、必死で日よけを畳もうとしている。すごい風だ。後ろを走っていたハルとエレインが助けに駆けつけた。ガソリンのパイプにかけたらまずいよね。そりゃそうだ。ここにかけよう。きつく縛らないとダメだな。届いたけど緩くない？これで精一杯よ。力いっぱい引っ張ってるけど。ロープの結び方を知ってるのね。彼は元海軍よ。あ、そう、知らなかったわ。今こそ役に立つ時ね。こんなに強い風初めてよ。突風があるって聞いてきたけど、まさかこんなにひどいとは思わなかった。これはひどいわ。今日はついてないな。冷蔵庫までやられたよ。使えないの？ああ、アンモニアの匂いがするんだ。今夜は生ものを全部食べてしまわないとね。こんな恐怖は生まれて初めてだよ。ここは世界一風が強い場所なんじゃない？トレーラーが風で何十センチも横に動いちゃったみたい。本当？思わぬトラブルに見舞われたドンと K。ドンは68歳。35年間大学で哲学を教えてきた。小学校の先生をしていた K は66歳。2人は結婚して47年になる。こういう道では運転のテクニックが必要だね。凸凹道だし、駐車も大変だし、参加者のほとんどが高齢者だからね。みんな大変だよ。友達の中にはこんなことするなんてどうかしてるんじゃないかっていうやつもいる。みんなこんな冒険するより無事に何事もなく過ごすを選ぶからね。友達は全くなんでこんな長旅をするんだって言うけど、私はこう答えるの。今までやったことないことだからこそチャレンジしたいのって。確かに道順で口論になったり、きつい言葉を言い合うこともあるわ。だけど今やらないときっと後悔すると思うの。何しろこれはとっても大きな冒険ですもの。それにしても大西洋と太平洋側は全然景色が違うね。
強風の中、山脈を越えた長い一日。太平洋側に出たキャラバンはタパナテペックに到着した。広い敷地を利用してトレーラーハウスはエンジンを組んだ。西部開拓時代、この場所はこうしてキャンプをしたという。メキシコの東海岸から西海岸へ横断しました。今日は風が強かったと思った人がいるかもしれませんが、普通よりちょっと強いくらいで取り立てて騒ぐほどではありません。でもいろいろとトラブルがあったようですから、帰り道はもうちょっと弱いといいんですけどね。結婚47年、ドンとケイの夜の語らい。50年前の夏になるな。1951年にイエローストーン公園で僕ら出会ったんだ。50年前？そう、50年前の夏。半世紀になるの。半世紀だよ。考えたことある？いいえ。昔々のことだよ。あの頃に戻ってやり直す？やり直したくはないね。イエローストーンは夏だったのにすごく寒かったからね。しかし50年間ずっと一緒にいると、イエローストーンで会った時のロマンティックな関係とは違ってくるね。ええ、あなたも私ももう若くないし、あの頃とは違うわね。あの時は金もなかったよね。でも半世紀経ったと思うと長いね。そんなに経ったとは思えないわね。一日ずつ、一年ずつ生きてきたから。子供たちももう中年に差し掛かってるよ。信じられるかい？世代交代の時かな。キャラバンに一人だけで参加している人がいる。65歳のロルフもかつては妻とトレーラーの旅を楽しんでいた。しかし2年前、妻は心臓病で亡くなった。妻は毎日心の中にいてね、素敵な景色に出くわしたりすると、君が一緒にいればいいのにって語りかけたくなるんだ。でも人生は続いていく。どんなに変えたくても現実は変えられない。気持ちを切り替えてやっていくしかないさ。妻の代わりはいないんだよ。だから別の人との結婚を考える気にはなれないんだ。以前と同じようにはいかないと思うからね。絶対に無理だと思う。妻とはよく旅行をしたよ。2人は趣味が同じでね、それはとても大事なことなんだ。妻も旅行を楽しんでいた。2人で一緒にいるとなんだかしっくりきて、1人でいるより人生が楽しかった。でも振り返ってばかりはいられない。残りの人生を精一杯生きないとね。それが人生というものだよ。キャラバンはついにメキシコを走り抜いた。ここはグアテマラとの国境。川を渡っているのは物を売りに行く密入国者たち。
キャラバンは2番目の訪問国グアテマラに入った。富士山とほぼ同じ高さのサンタマリア火山。グアテマラには30を超える火山がある。キャラバンは観光地に囲まれた町アマティトランで5泊することになった。ここで参加者の交流会が開かれた。これからハッスルタッスルをやるわよ。それって何？このスティックを見て。ふさふさがついてるでしょ。これはハッスルといって車に掲げてあるの。あなたたちにはこれからタッスルを渡しますから、同じ色のハッスルがついた車を探してください。わかったわ。お二人にはこの色のタッスルをあげましょう。これがタッスルですよ。これと同じ色のハッスルを見つけてください。あれはピンクだし。ああ、あれじゃない？あった、紫のハッスルよ。ここだわ。ハッスルを見つけてきたんだけど、ここでいいのかな？ああ、ここだよ。乾杯。グアテマラに。一人で参加しているロルフがやってきた。これが初めてのキャラバン？そうなの、今回が初めて。楽しんでる？私たちは毎日とても貴重な経験をしているわ。とても楽しいの。キャラバンは人生にとってとても価値のある経験ができるいいチャンスなんだ。それといろんな人にも巡り会えるしね。本当にいいよね。メキシコは今回が初めてなの？いや、汽車の旅では何回か来たことがあるんだ。チワワとかロスモーチョス。そうそう、ロスモーチョス。そういえば車の窓は開くようになったのかしら。ダメだね。助手席の方は事故の後壊れたままだ。片側開くんだろ？うん、僕の方は大丈夫なんだけどね。どうしても直せないんだよ。でも僕の方は開くからね。私は何にも見えないのよ。旦那さんをずっと見てなくちゃね。大きなミラーをつけたら。これくらいで済んでよかったのかしら。まあ事故だったんだよ。そう考えなきゃ。もう結構よ。事故はあなたが起こしたんじゃないの。あなたのせいよ。仕方ないよ。起きてしまったことなんだから。仕方ないじゃないでしょ。まあうちの家をご覧よ。冷蔵庫が壊れたり日よけが壊れたりしても全然めげないんだからね。前向きに考えなくちゃ。気にしない気にしない。そうなんだよ。悪い面ばかり見てちゃダメなんだよ。何しろ僕には彼女のようにいつも元気づけてくれる人がいるからね。
からバスで1時間ほど行くと古都アンティグアがある。スペイン人によって16世紀に築かれた。街並みは地震で何度も被害を受け、修復を繰り返してきた。今はユネスコの世界遺産に登録されている。Look at this one. For one hand. One hand. Okay, me say 65. Okay, I give it for. Okay, 3 for 125. I got one hand. Okay. Three for one hand. Yes, One. Okay, what color you like? Three. Yes, birds, Birds. 火山に囲まれた湖、アティトラン湖。イギリス人の小説家オルダス・ハクスレーはアティトラン湖を世界で最も美しい湖だと称えた。とうとうアティトラン湖に来たね。まるで2回目のハネムーンという気分だ。そうね、美しい水を感じてみたい。冷たいかい？とっても暖かいわ。綺麗だね。水が透明で綺麗。こんないいとこに一緒に来れるなんて夢にも思わなかったよ。あなたと一緒に来れてよかった。君と一緒だね。あそこから火山見ようよ。きっといい眺めだよ。あ、手を貸してごらん。はい、気をつけて。なんか胸がいっぱいよ。湖が火山を優しく抱いているみたい。本当に美しいね。今まで見たことがないよ。私も見たことがないわ。キャラバンに参加しなければこんな美しい景色は一生見ることができなかったんだろうね。そうね。ボートに乗るかい？いいえ、今日はいいわ。ここにもう一度2人で来れるかしら。それはわからないな。アメリカでは自ら定年を決めて退職する人が少なくなる。働いている時にはすれ違いの多かった夫婦が一緒に時を過ごすようになる。キャラバンの参加者も旅をしながら定年後の人生をかみしめている。僕は退職する時、これからの生活をどのように過ごして何を人生の目標にするかを考えたんだ。亡くなった妻は退職すると夫といる時間は2倍になるけど収入は半減すると言ってた。確かに退職後の生活というのはこれまでの稼ぎしか当てにできないんだよね。そんな中でどうやって充実した日々を過ごすか。今回の旅もそうなんだけど行動しながら模索してるんだよ。定年後の生き方というのは
人生の目的を見つけて、これまでの人生で得られたものを何かの形でお返しすることだと思うの。夫に先立たれてからも、勤めていた食品会社もそうだったし、いろいろなところで素晴らしい経験をさせてもらったわ。そして会社を辞めてお給料をもらわなくなっても、自分にはまだできる仕事があると思うようになったの。だから今は教会でのボランティア活動を一生懸命やってるのよ。私の母がね、誰かのことをよく知りたければ一緒に旅しなさいって言ってたわ。もうあなたのことは分かったわ。こんなに長い時間2人でいつも一緒にいたのは結婚以来初めてなんだ。たまにはストレスを感じることもあるけれど、お互いうまくやっていけると改めて感じているよ。これからずっとね。退職してから夫婦がいつも顔を合わせていられるかどうかは誰もが抱える大事な問題だと思うの。今回の旅はそれが試されていると思うわ。以前は退職すると生産的でなくなるような気がして否定的なイメージを持っていたんだ。そうだな、人生の大きな峠を越えてあとは坂道を下っていくだけのような気がしていたんだ。でもいざ自分が退職してみたら全然違っていた。今では退職してよかったとさえ思ってるんだ。グアテマラでの5日間が終わった。次の訪問国はエルサルバドル。2週間前、大地震が起き、200人を超える死亡が確認されていた。地震の影響で道路が寸断されたため、キャラバンは予定のルートを変更することになった。アメリカ大陸で最も小さな国エルサルバドルに入った。首都サンサルバドルにほど近いエルニーニョの町。ここにエルサルバドル軍の騎馬兵隊基地がある。地震の後治安が悪くなったため大事をとって基地の中でキャンプをさせてもらうことになった。首都サンサルバドルで大きかった地震の被害はエルニーニョ周辺にも及んでいた。キャラバンの参加者は軍のトラックに乗って被災地へ救援物資を届けることになった。基地から1時間ほど山あいに入ったカバラリア村。この村では崖崩れで100世帯余りが家を失った。
運んできた衣類や靴はもともと各国の養護施設に寄付しようとアメリカから持ってきたものだ。No, solo para las personas está aquí. Es grande para usted. No, I've used it for toddlers. She may fit into that. It's a little dress. Ah, sí. Es excelente. Genial. Ok, ya va para allá Now, how long has your brother lived here?トレーラー生活をするスティーブとジェーン。A lot of his friends in the area. カリフォルニアから参加したゴードン68歳とキャシー51歳の夫婦。4人は最も被害の大きかったラスコリナス地区を訪ねた。There was a baby in the room where took the baby out of the room and went into a different section of the house. あの山が一瞬にして崩れたんだよ。一瞬の出来事だったんだね。たった1分、たった1分よ。1分で揺れと土砂が襲ってきたのね。想像もつかないよ。あっという間の出来事だもの。全く信じられない。一瞬にして人生が一変してしまうこともあるのよ。1分で人生が一変してしまう。友達が一瞬にしていなくなっちゃうなんて。仕事も失ってしまう。信じられないことが起こったんだよ。そうね、そんなこと考えもせずに生きているけれど、誰にでも起こる可能性はあるのよ。今日出会った人たちはたくましかった。でもそうするしかないのよ。その通り、落ち込んでやる気をなくしてもおかしくはないけれど、彼らは前向きに頑張ってる。その通りよ。そうするしかない。そうなんだ。亡くなった方のためにも一生懸命生きようとしてるんじゃないかしら。起き上がって進むことの大切さを教えてもらったわ。Is that a tow truck there? That yellow? Could be. Obrero. キャラバンは首都サンサルバドルを訪ねる予定だった。しかしサンサルバドルへの道は封鎖されたままになっていた。大きく迂回して海岸沿いの道を進むことになった。大幅な予定の変更。パナマへの道のりも半ばに来て、参加者には疲れの色が見え始めた。76歳のエドは前立腺がんを手術で乗り越えてきた。しかしこのところ体調が思わしくない。妻のドナは70歳。
結婚して51年になる。2人には忘れられない出来事があった。それは27年前の娘の死だった。1974年の1月に娘の夫が我が家にやってきて、娘が入院したと突然言ったのよ。慌てて病院に駆けつけたら娘は意識不明で、何かの薬を大量に摂取したためだろうって言われたの。娘が呼吸困難になった時に夫が救急車を呼ばずに自分で応急処置をしたらしいのね。それで病院に来た時は手遅れだったの。昏睡状態のまま娘は亡くなったわ。娘の夫が言ったことが真実かどうかわからないけど、それを受け入れるしか仕方がなかったの。私たちはとてもショックを受けた。長い間立ち直れなかったわ。立ち直るのにそれから何年もの時間が必要だったの。As the voice of an angel, whispering a message untrue, hope with a gentle persuasion whispers its comforting word, whispering hope. Oh, how welcome thy voice, making my heart in its spirit rejoice.エルサルバドルでは地震の影響で飲料水の供給が途絶えがちになっていた。途中のガソリンスタンドで水を売っているという情報が無線で入った。重さ20キロのボトルを持ち上げて水を補給。これを8回から10回繰り返す。太平洋岸の保養地リベルタットに到着。ここにも地震の爪痕が残されていた。キャラバンはリベルタットで3泊し休養を取ることにした。テキサスからパナマへ夫婦の旅もようやく中間点を過ぎた。
再婚して69歳にもなってうまくやっていくとなると時々は大変なこともあるよ。でも愛があれば何とかなると思ってる。実は今回の旅で彼女を殺してやりたいほど頭にきたことが2度あるんだ。寝たふりしてたの。でも辛いことを乗り越えるたびに2人の間に何かが確かに築かれてきていると思う。それが僕たち2人の次のステップへの力になるんだ。楽しい旅でいろんなことを学んでるね。そうね、知らない国のこととかお互いのこともね、僕らは発見したよね。たった8メートルの空間暮らしていけるんだよ。僕は毎日違った方法でエレインに愛を伝えようとしてるんだ。メキシコからガテマラ、そしてここまでね。上手に伝わってるわ。どうなるかな。うまくいくわよ、きっと。明日からまた移動が始まる。キャラバンのリーダーゲイリーとダーリン。また一日が終わったわね。今日で何日目？何日目だろうな。テキサスに集合したのが1月10日だから20、21、22、23日目よ。23日経ったわ。帰りまで含めたらあと47日ね。もうどれぐらい走ったのかしら。ずいぶん走ったよね。明日は道がもっと悪くなるんだって。ここから次の町までですって。参ったね。どのぐらいなの？96キロよ。96キロ。じゃあ6時間かかるな。明日も6時間かかるの？ここに来るのに6時間かかったんだ。そんなに？でもなんとかなるさ。ホンジュラスとの国境にたどり着いた。地震の救援に来ていたホンジュラス軍の兵士。キャラバンはホンジュラスを1日で走り抜け、次の訪問国ニカラグアを目指す。ホンジュラスは国土の7割が山岳地帯。山越えの道が続く。Hey, you ready?
一人だけで車を走らせるロルフ。妻の代わりに無線が話し相手となっている。13号車どこにいますか？ OK 見えたよ。他の2台を抜いちゃったから分からなかったんだ。12号車のカッターさん、屋根の上でパタパタしてるものがあるけど何かな？なるほど、そういうことね。そうそう、前の方、前の方。いや、いいよ。今は2組のカップルと一緒に走ってるんだ。無線で頻繁に連絡を取ってるからおしゃべりもできるし、見過ごしてしまったものをお互いに確認し合ったりね。だから走ってる時僕は一人じゃないんだよ。ホンジュラスを5時間で抜け、キャラバンは5カ国目のニカラグアに入った。地震の被災地を見て回ったベレー帽のゴードンと妻のキャシー。二人は人を見かけるたびに手を振っている。気づかなかったみたい。誰か待ってるんだよ。そうみたい。一度ね、ちっちゃな子供たちが手を振ってくれたことがあったの。そこは学校だったのよ。その後先生や他の生徒たちも出てきて、みんな並んで手を振ってくれたの。まるで高校時代のパレードみたいに私も手を振ったの。Hello. Hello. 父と母は1965年にアメリカからパナマまでこの道を通ったんだ。当時も砂利や泥の道だったろうね。36年前、両親が走ったパナマへの道をたどる旅。ニカラグアの古都グラナダに入った。ここは狭い道の両側に赤い屋根瓦の家が並ぶ。グラナダも16世紀にスペイン人によって作られた町だ。
キャンプ地はグラナダ市内の公園。トレーラーハウスの旅も30日。ゴードンがかぶっているベレー帽は父親の形見。ゴードンは1965年のキャラバンに参加した両親の日記を携えてきた。ちょっと読んでみるね。1965年3月2日朝9時、ニカラグアのソモトを出発。道中ほとんど道がよくいい旅。道が良かったんだね。マナグアに着いた時、事故が発生。犬を避けようとした車が突然飛び出してきた。父さんは慌ててハンドルを切り、車を避けようとした。しかし相手の車はトレーラーの前方部に衝突してきた。このため給湯器が壊れ、タンクの蓋が取れてしまった。トレーラーの前の方のあの大きな蓋が取れたんだね。そのため父さんは午後の時間を修理に費やし、元通りきれいに直した。父さんらしいね。何でも自分で直す人でしたもんね。僕は両親と一緒に旅行したことが一度もないんだ。だから今回は日記のおかげで両親が旅をした後をたどることができたと思っているよ。気候が随分変わったわね。前よりもずっと暖かくなったわ。もっと涼しい方が私はいいけど、でもここに来たらそうも言っていられないわよね。体調を崩していたエドに食欲が戻ってきた。病と戦いながらのエドと妻ドナの人生。あとどのくらいキャラバンを続けられると思う？そうだな、多分あと8年から10年ってとこかな。本当？うん。すごいわ。いいじゃない。僕が倒れるまでね。実際にそんなにできるかわからないわよね。その前に倒れちゃうかな。でもね、あなたの目がちゃんと見えてれば私はそれでいいのよ。コスタリカとの国境に着いた。これが6回目の国境越えとなる。中米の花園と呼ばれるコスタリカは自然保護に力を入れている。車はまずここで消毒される。次に検問所でビザのチェックと通関手続きをする。ところがキャラバンは立ち往生することになった。検問所のコンピューターが故障してしまったのだ。バスやトラックの通行を優先させようとする入国管理官に一行は反発。身動きのできない睨み合いが続いた。
美しい朝にはぴったりの過ごし方じゃないか。ひたすら待つんだよ。ゆったりとね。向こうのレストランで朝食でもとるよ。こんなお天気の日はビーチで足を濡らしながら太陽を浴びて冷たいビールでもゆっくり飲んでいたいよ。でも現実はこうなんだ。とんだ歓迎だよ。今朝4時に起きて5時にここに来て今は11時だよ。コスタリカへようこそだね。先が思いやられるよ、まったく。国境到着から8時間。キャラバンはようやくコスタリカに入った。コスタリカの首都サンホセを目指す。コスタリカは国土の4分の1が国立公園や自然保護区に指定されている。貴重な動植物の宝庫だ。コスタリカの首都サンホセは標高1150メートルの高原都市。元歯科医のディック72歳とキャシー67歳。旅も終わりに近づいてきた。このキャラバンのおかげでいろいろ素晴らしい場所を訪れることができたね。仕事を辞めてトレーラーを買った時はここまで来れるとは思わなかったけど、こうしてやってこれた。素晴らしいわ。見たことのない世界を知るにはいい方法だと思うよ。こうして旅をすると毎日が休日ね。いろいろな人に出会えるし、文化に触れられる。しかし世界はどこもかしこもみんな違うもんだ。明日はいよいよ最後の訪問国パナマへ出発。トレーラーハウスにも長旅の疲れが目立ち始めた。ブレーキワイヤーがタイヤに当たって壊れたんだよ。明日は高い山を登らなくちゃいけないし、登りもかなりきついから、ブレーキが効かないと大変なことになるんだよ。明日までにブレーキが治ればいいんだけど。
ニーさんのトレーラーの水が今日ほとんどなくなってしまったそうです。タンクの蓋が取れて200リットルの水が流れてしまいました。それでバーニーさんとエドさんが水を入れに行っているので少し遅れます。バーニーさんはタイヤもパンクしちゃったんですって。パナマへの出発を前に全員が揃って食事をすることになった。5000キロの道のりを共に旅した24組47人。女の子のお孫さんが生まれたって？そう、おとといね。名前はエレンって言うんだ。息子から連絡が来てね。生後2日ということだね。出発前に取りやめた一組を除くと、ここまで一人の脱落者もなく旅を終えようとしている。旅の最終目的地パナマ運河へ向けて移動が始まった。霧に包まれた険しい山岳地帯。24台のトレーラーハウスがそれぞれの思いを乗せてひた走る。仕事をし子育てをすることに生きがいを求めてきたそれまでの人生。定年を迎え初めて経験した24時間を2人で過ごす毎日。夫婦が語らい夫婦が助け合った中米縦断40日の旅路。それぞれの夫婦は旅を経て何を見つけたのでしょうか。パナマに入った。キャラバンは一気にゴールのパナマ運河へと向かう。両親がパナマに来たのは25年前なの。1976年。当時この辺りはずっとジャングルだったって言ってたわ。随分変わったのね。昔とは全然違う景色だわ。この先にパナマ運河があるのね。長い間楽しみにしてたの。待ちきれないわ。パナマ運河だ。
太平洋と大西洋の水がここでつながっている。アメリカが支配してきた運河は1999年12月31日パナマ共和国にすべて返還された。24台のキャラバンが渡ってゆく。やった、着いたよ。今僕はパナマ運河にいるんだ。夢がとうとう叶った。パナマ運河だ。右手に太平洋が見えるね。パナマシティだよ。アメリカの街みたい。パナマ国旗が見えるよ。本当だわ。綺麗だね。ここから見る眺めは最高だよ。向こうに船が見えるよ。素敵。この橋はパナマ運河を眺めるには最高の場所ね。平均年齢67歳。定年後の夫婦が新たな人生の中で挑戦した長い旅は2月20日ついにパナマ運河を越えた。ゴールは運河にほど近いキャンプ場。40日間の旅日記はここで終わり。24組47人の参加者はこの後同じ道をアメリカに戻り、その後の人生を歩んでいく。ほっとしたよ。長くて辛い旅だったからね。ようやく着いた。嬉しいよ。長かったわ。でこぼこ道があったり迷ったり。ストレスを感じることもあったけど、二人はまだ友達だし恋人だよね。これまで二人でいろんな旅をしてきたけど、今回は体力的にも精神的にも一番大変な旅だった。でも彼女はいつも前向きだったからね、救われたよ。とにかく長かったよ。今日という日を迎えられて本当に嬉しい。ここまで来るのが一試練だったからね。ようやく着いてパナマ運河も拝めた。これは真の冒険の旅だったと言えるね。今回の旅はお互いを精神的にも肉体的にも感情的にも支え合わなきゃパナマまで完走できなかったわ。最愛の人とパナマで一緒に。パナマへようこそ。Hey, kiss me.
もっともっと前にこの旅をしていればよかったよ。妻と一緒にね。この旅に妻がいないことがとても悲しい。美しい風景を見た時はね、彼女がいればっていつも思ってた。そんな時は辛いと思うこともあったよ。でも現実を受け入れて今を楽しまなければいけないと何回も思い直してきたんだ。この旅は素晴らしかった。僕がノースカロライナに帰ったら自宅の椅子に座ってこの旅を思い返すだろう。楽しいことも辛かったことも決して忘れないよ。今回の旅では2人が一緒にいるということが一番大切だった。大事なことだったわね。愛を深め合うという意味ではね。深まったと思うわよ。お互いのことをよく知るという意味でもこのキャラバンは本当にいい機会だったと思うんだ。いい仲間にも恵まれ2人をいつも応援してくれた。それに目標も達成できたわ。これは70代の人間にとってすごいことだと思うの。大きな目標を成し遂げられたんだもの。僕はまた次の人生の目標を見つけたいと思う。今まで試したことのない何かに挑戦したいんだよ。あなた素晴らしいわ。次のキャラバンにまた行くんだ。今度はカナダよ。バイバイ。さよならパナマ。さあ行きましょう。行こう。良い旅を。Colors of the rainbow